こんにちは、サンガジェです。今日も見てくださってありがとうございます。今日はですね、こちらのグラントクラシックっていうメーカーのモバイルバッテリーの紹介をしていきたいと思います。こちらのグラントクラシックのメーカーは、前回紹介したエネルパッドというモバイルバッテリーと同じく台湾製の厳しい基準をクリアしてきたモバイルバッテリーとなっているんですけれども、ではどちらがどう違うモバイルバッテリーなのかっていうのを比較していきたいのと、こちら全部入りモバイルバッテリー CIO の EX04 との性能比較というのも見ていきたいと思います。それでは今日のレビュースタートです。それでは箱の中身を見てみましょう。こちらが、チタンシールドの入っていた箱ですね。高級感のある箱に入っております。で、中に入っていたのがこちら説明書。中国語というか台湾の、言葉で書かれているものと日本語で書かれている、説明書が入っております。で、こちらが保証カードですね。プラスチックカードで入っているのはなかなか珍しいなぁなんて思います。保証の番号とかがしっかり書かれていて、こちらも高級感のあるようなカードを使えてますね。あとはモバイルバッテリーの充電やスマホの充電などに使う USB ケーブルが1本で本体が1つね。でさらにこちら持ち運び用のケースが袋が入っていまして、こうやって袋に入れて持ち運ぶことができます。しかもこれどうやら何年製の袋を使われているようで、ちょっと薄めなのでどれだけ効果があるかは分かりませんが、いざ何かの事故で出火してしまった場合に他のところに燃え広がらないように、してくれるという非常に便利なというか心強いポーチがついてるんですね。これは非常に嬉しい点です。開かない。よいしょ。はい。というわけで、中身はこれぐらいになっています。次はこの3台の価格についてのグラフになっています。購入時の価格のグラフになっていますので、その時その時の実売の価格と違う可能性があるのはご了承ください。それで、細かい数字を言いますと、CIO の方は6380円、エネルパッドは5960円、チタンシールドは7700円。チタンシールドだけやたら高い価格になっています。これはさらに安全性を確保するために工夫がされた結果なのですけれども、それに関して、この後説明がちょっとできればなと思います。今度はこの3つのモバイルバッテリーの重さと体積測ってみました。実物を見たことがある方にはわかると思いますが、CIO の EX04、こちらはどうしてもケーブルの入れる隙間とかがありますので、この機構のおかげでどうしても厚みが増えるため、体積がどうしても一番大きくなってしまいますね。だけど体積の割に重さが一番重かったのはチタンシールドの方です。今回のチタンシールドですね。でこれはなんでこんなに重いのか、それに関しては、この次のエネルパッドとの、安全性の比較でちょっと説明したいと思います。次は装着時の様子を見てみましょう。まず CIO の EX04、こちらの方をつけてみると、だいたいこのような形になりますね。厚みはあるもののコンパクトにできていて、iPhone 17 Pro の下からも出ないようになっていますね。それに対して、前回のエネルパッド、こちらの方はちょっと外に出てるのがわかるでしょうか。ちょっとはみ出てしまってるんですよね。ここら辺は少し残念な気はしますが、プロマックスとかであればおそらく気にしないでしょう。薄さに関してはそれなりに薄いので、こう思ったとしても非常に厚みをあまり気にしないで使える、むしろ持ちやすくなる、そんなぐらいの厚みで済んでいますね。それではじゃあこちらのチタンシールド、今回のレビューの主役であるチタンシールドですね、こちらをつけてみます。分厚いですね
厚みは割とあって EX04 といやまあ薄いっちゃ薄いんですけど、やっぱりそれでもチタンシールドとエネルパッドと比べるとこれだけの差があります。約1.5 倍って言うとあれですけど、もうちょっとないかな。で、下の方はやっぱりちょっとはみ出る形になってますので、この辺は仕方ないかなと思います。この辺はそうですね、CIO の方が日本メーカーらしくなんかこう小さい方に合わせてきたっていうのに対して海外メーカーの方はちょっと大きな方に寄せているっていうそんなようなイメージですね。だから MAX であれば気にならないんですけど、やっぱりちっちゃい方だとちょっと気になりますね。取り付けの大きさはこんな感じです。次は前回紹介したエネルパッドという台湾製のモバイルバッテリーですね。こちらも安全性に非常に気を使われているモバイルバッテリーですけれども、こちらとチタンシールド、同じく台湾製のチタンシールド、こちらどう違うものなのかというのを比較してみたいと思います。まず同じものとしては BSMI 認証が両方ともちゃんとされているということです。こことここにマークがありますね。BSMI 認証っていうのは釘刺し試験とかハンマーで殴ったりした衝撃試験、あとは切り裂いた後の、切り裂いて、セルを表面に傷をつけるっていう試験をしてバッテリーがそれでもバッテリーがちゃんと安全に使用できるかという試験をしています。そのためこれのマークがついているということはそれらの試験をクリアしたということなので公的に安全ですよっていうふうに言われている試験マークなんですね。あくまで台湾の試験であって日本の試験ではありませんが、安全性や透明性に非常に気を配っている台湾ならではの試験ではないかなと思いますので、こちらも非常に購入の一つの指標になるのではないのかなと思います。あとは、3C ですね。3C っていう、規格があります。こちらは中国国内での航空機に乗る際に国内便で移動する際に必要な、マークなんですね。どこで、どんな風に開発された、製造されたのかというのがしっかり記録されているというマークでして、こちらはさらに最近追加された QR コードによるデータ参照もできるようになっております。その場でデータを参照できるようになっているという、さらに上を行く 3C 認証のコードがされています。3C 認証の QR コードに関しては、認証は同じ認証なので、とりあえず同じとしてみると、じゃあどこが違うのっていう風になるんですけれども、見えないところにすごい実力が隠されているんですね。ここのチタンシールドの表面、ここを少し霞んでるような感じになってはいるんですけれども、実はゴリラガラス社製の強化ガラスが使われております。両方貼られていて、その上に割れた時に飛散しないように飛散防止用のシールフィルムが貼られているんですね。なんでこんなガラスが使われているのかというと、もしこのバッテリーを落としてしまったり、強い力で曲げようとする力がかかってガラスが割れてひびが入ってしまった場合、内部のバッテリーにも非常にダメージがいっている可能性が高いということなんですね。そのためバッテリーのダメージを見える化するという意味でこのところにガラスが貼られています。さらに一歩先を進んだバッテリーの安全性というのをこちらで確保しているわけですね。次はですね、こちらの試合用のバッテリーの容量とこちらのチタンシールドのバッテリーの容量を比べてみたいと思います。バッテリーの容量としては同じ 5000mAh の容量になってはいるんですけれども、実際に引き出せる容量っていうのはいろいろな原因があって実際の数値よりも低く出てしまいます。実際にどれだけの容量が取得できるのかっていうのをこちらの負荷装置兼テスターを使って計測してみたいと思います。それでは計測が終わるまでしばらくお待ちください。
それで得られたデータ結果はこちらになります。有線出力に関しても無線出力に関してもチタンシールドの方がより多くの電力を引き出すことができています。無線出力に関しては CIO の方が大きいので、充電速度っていう面で見るとちょっとまた変わってくるんですけれども、これ1個でどれだけの充電ができるかというと、チタンシールドの方がより多く充電できるということがこのグラフを見てみると分かると思います。特にチタンシールドの有線出力で得られた電力に関しては iPhone 17 Pro のバッテリー容量と言われる容量より多くの電力を得ることができました。これは電池切れで 0% になっても丸々1回 100% にすることができるだけの能力があるということを示していますので、非常に頼りになるバッテリーだなというふうに言えると思いますね。次はですね、iPhone への充電を30分でどれだけできるかというのを計測したいと思います。それぞれ有線と無線がありますので、それぞれの有線の充電速度と無線の充電速度、両方とも計測してみたいと思います。それでは計測が終わるまでしばらくお待ちください。それでは計測した結果がこちらのグラフになります。無線に関しては CIO が 25W で充電できるのに対して、チタンシールドは 15W での充電になります。そのため充電できる速度っていうものがもともと違うんですけれども、割といい勝負をしているなっていうのがグラフを見ると分かります。もちろんチタンシールドの方が遅いんですけれども、それでもそんなに大差をつけられているわけではない、10W の差がそこについているわけではないっていうのが分かりますね。これは 25W っていう高出力を出せる範囲っていうのがどうしても狭いからっていう条件が非常に厳しいですね。そのため、初速が 25W で速いとはいえ、基本的には 15W 充電での速度対決みたいな形に途中からなってる。そんな感じになってますね。だからスタートダッシュが速い分、試合用のが勝ったっていう、そんな感じですね。で、優先に関しては、ほぼ一緒かなっていうところです。若干、チタンシールドの方がグラフとしては上に出てるんですけれども、追いついたり追い抜いたりって感じなので、誤差かなっていうふうに見えます。実際に数値的にも1とか2とかそのレベルなので、誤差レベルの速度で、本当は出力自体は CIO の方が 22W、チタンシールドは 20W ということで 2W の差はあるんですけれども、その 2W の差が何かに出てくるっていうほどの差は、グラフからは読み取れませんでした。さて、それではまとめです。このチタンシールドですけれども、台湾製というだけありまして、ここに台湾の公的認証である BSMI の認証がされていて、釘刺し試験や物理的な衝撃試験、切り裂き試験など各種安全試験をきちんとクリアしていることが証明されているという透明性がありますし、ここに 3C 認証の認証もされていますので、中国国内での航空機移動もちゃんとできるという最新の認証を兼ね揃えた素晴らしいバッテリーと言えます。さらにガラスですね。こちらの面とこちらの面の両方にゴリラガラスの強化ガラスが、使われています。なんでこんなところに強化ガラスが使われているかって言えば、それによってこれがガラスが割れてしまうぐらいの衝撃が当たった時に内部のダメージもいっているはずである、内部のダメージも相当、あるはずという、まさに中身のダメージが見える化されているというところが大きい点なんですね。そういった、一歩先を行く安全性を担保した非常に優れたモバイルバッテリーと言えるのではないでしょうか。性能面に関しても確かに、全部入りで最新の CIO の EX04 の規格には負けますけれども、ちゃんと
ちゃんと無線でも速度は早めに充電できましたし、有線で充電すれば iPhone 17 Pro を1回丸々充電するだけの電力をちゃんと引き出すことができました。そこは非常に強みと言えるのではないでしょうかね。というわけで、本日のレビューはここまでにしたいと思いますが、いかがでしたでしょうか。もし参考になった、これが気になったということであれば、こちらのチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。また、ハイプなどいただけると今後の活動の励みになりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。それではここまでサンガジェがお送りしました。また次回のレビューでよろしくお願いいたします。